はい、こんばんは。マリコです。今日は骨盤ストレッチヨガ30分のクラスを行います。骨盤調整のほか、股関節の柔軟性を高めたい方や腰痛改善、そして足の疲れやむくみを解消したい方にとてもおすすめです。ぜひ一緒に行ってみてください。はい、最初仰向けから入っていきます。はい。ではね、仰向けに寝転がったら一伸びしていきましょうか。息を吸って両手を上に万歳ぐーっと持ち上げて、足は遠く遠ざけて伸ばしていきます。さあ、日中に縮まっていやすい体をぐーっと一伸びさせて気持ちよく伸びたら、はい。では手をね、斜め下の方に下ろしていきましょう。はい。では片方ずつお膝曲げて、足の幅を腰幅より少しね、広めに広げていきます。マット幅ぐらいか、もしくはね、少しマットよりね、外に出るぐらいな感じでいいので、両膝を左右にパターンパターンと倒していきましょう。膝は床にねつかなくても全然大丈夫ですので、足の付け根、股関節からの動きを意識しながら、ご自身のね好きなペースで倒していきましょう。で、両方の肩、肩甲骨はマットに下ろしたまま行っていきますね。足の付け根周りの緊張を解きながら、背骨もねねじられて腰回りも緩んできます。はい。では、蹴りのいいところで、そのまま両膝を右側に倒して待ち合わせしていきましょう。パターンと両膝右に傾けたら、左の股関節の真下に左の膝90度ぐらいでセットしていきます。で、このままね、ゆっくり呼吸しますが、左の膝を床の方に近づけようとしていきましょう。これに骨盤から膝関節のね、下までついてる、だいたい筋膜張いてる太ももの外側の筋肉のね、ストレッチになります。で、もう少しね、伸び深めたい方は、右の足を左の足、太ももの上に引っ掛けていきましょう。で、この右足の重さも利用しながら、左足のももの外側へと伸びを感じていきます。さあ、リラックスした呼吸で続けていきましょう。少しね、左の膝が中心の方にずれてるとね、あまり伸び感じられないので、ちょっと伸びいまいち感じられないなーって方は、左膝をね、少し外側の方にずらしていくと伸び感じやすいかもしれません。さあ、股関節の前側もほぐれていきます。もう一度息を吸って、ゆっくり息を吐きましょう。はい。ではね、右の足は上に引っ掛けてる方、引っ掛けたまま、左の膝を立てていきましょう。はい。で、腰まっすぐのまま、左の太ももを両手でキャッチしていきます。4の字ストレッチ。右の膝はずっと外側に向けておきましょう。で、少しね、左右にゆらゆらと揺らしながらでも大丈夫ですので、右のお尻のね、伸びを感じていきます。お尻の硬さをね、ほぐしながら、股関節周りもね、動かしやすい状態へと導いていきます。はい。ではね、左の足裏をまっすぐついたら、右の足をまっすぐ伸ばしていきます。両手、右足太ももの裏側を抱えて、もしくはふくらはぎの方でもいいです。右の足裏全体に伸び感じていきましょう。きつい方はね、軽く膝曲げながらでもいいので、ターゲットは太もものね、裏側、ハムストリングスの伸びを感じていきます。
で、このままね、右の足首ぐるぐるぐる回していきましょう。さあ、さらにね、ふくらはぎだったり、もも裏へと刺激が加わっていきます。反対回しも行っていきましょう。足の疲れやね、むくみ、だるさを解消していきます。で、余裕のある方は右の足首をぐーっと曲げてかかとで天井に押し上げるようにストップしていきます。で、そのまま両手はくるぶしからふくらはぎとってももの裏側までなぞるようにしながら何回か繰り返しますね。さあ、一日ね、頑張ってくれた足をめでるように優しくマッサージする感じね。血液やリンパを心臓の方へと流しやすくしていきます。そしてむくみをね、解消していきましょう。では今度ね、反対側いきますよ。一度足を下ろして、もう一度ね、足の幅を、マット幅か少しマットよりに足が出るぐらいな位置でセットして、両膝パターンパターン左右に倒していきます。ではね、足の付け根リラックスさせたら、両膝を左側に今度倒して待ち合わせします。で、右の股関節のね、真下に右の膝がなんとなくあります。そして膝90度ぐらい。そのままもものね、外側の張りを解消するストレッチです。伸びを深めたい方は左の足を右のね、太もも上に引っ掛けるようにしながら、左足のもりもりをしながら、さらにね、右側骨盤から右膝、下につくね、ももの外側の筋肉を伸ばしていきます。ゆったりリラックスした呼吸を繰り返しましょう。肩甲骨浮かないように気をつけます。さあ、普段ね、特に日常でこう外側に、足の小指側ですね、外側に重心をかける癖のある方は結構このももの外側が張っていやすいです。あとね、普段ランニングとかジョギングとかする方は、ここのももの外側の筋肉がね、張ったり硬くなってきてしまうと、膝関節をね、炎症させる原因にもなりますので、少しね、こうよく和らげておきたいところですね。では右のお膝をまっすぐ立てていきましょう。で、腰をね、マットにくっつけたまま右の太ももをキャッチして、ゆっくり右の膝は胸の方に引き寄せていきます。左膝横に開いたままです。そのまま止まっててもいいし、少しね、揺らした方がこわばりがほどけそうだったらね、少し揺らしながら左のお尻の筋肉を緩めていきます。ではね、右の足を膝を立てて下ろしていきましょう。で、左の足をまっすぐ上に伸ばしていきます。そのまま息を吐きながら左足を自分の方に少しずつ引き寄せていきます。そう、じんわりね、足裏全体が気持ちよく伸びる程度に引き寄せていきましょう。きつい方軽くね、膝を曲げてもいいです。さあ、そのまま左の足首くるくるくる回していきましょう。反対回しも行っていきます。で、余裕のある方は左の足首しっかり曲げつつ、左のかかとでぐーっと天井に押し上げるように、そのままホールド。で、両手は上からぐーっと足の付け根の方になぞるようにしながら優しく、下半身にね、滞っていやすい血液やリンパの流れを心臓の方へと戻しやすくしていきましょう。
自分の足に感謝の気持ち、ねぎらいの気持ちも込めながら優しくさすって流していきます。はいでしょうか。ではね、足を下ろしたら両膝をそのまま、画面私の方にね向けて横たわっていきましょう。くるっと。はい。で、下の腕は頭の下に引いてセットしていきます。で、両膝は90度ぐらいで股関節の前にセットしていきましょう。はい。ではね、膝の幅、足の幅、拳1個分ぐらいのスペース空けて、少し足浮かせていきます。上の足が床と水平になるぐらい。で、そのまま後ろにぐーっと引いて、上の手で上の足、キャッチしていきます。で、ふーっとね、少し上の膝は後ろの方に引きつつ、かかとをお尻の方に引き寄せていきましょう。膝がね、上に開かないように気をつけていきますね。で、これは太もものね、前側、大腿四頭筋のストレッチです。で、どうしてもね、足に引っ張られて反り腰になりやすいので、ちょっと腰は丸めるわけではないんですけども、お腹を少し引き込んで、腰を丸めるようなイメージ持ちながら、反りすぎにならないように気をつけて行っていきましょう。さあ、骨盤ね、前側から膝まで太ももの前側がまっすぐ伸びていきます。そう、気持ちよい伸びを感じながらご自身のペースでね、ゆったりとした呼吸を繰り返しましょう。はい。では一度足外したら、そのまま上の足を前にキックするようにして伸ばしていきます。で、つま先に上向かないように少し足の付け根を内線内側に向けつつ、かかとをぐーっと下します。足の小指側がまっすぐね、上に向いてますね。上っていうか床と水平になってます。はい。ではもう一度ね、大腿四頭筋のストレッチいきましょう。上の足で手首を上からキャッチして、少し膝は後ろに引きつつ、かかとをお尻の方にももの前側が気持ちよく伸びる程度に引き寄せていきます。はい。ではね、足外したらそのままくるくるくると股関節をね、外旋していきましょう。外に開く方。で、上のね、骨盤が倒れやすくなるので、倒れない範囲で右の膝を少し上向きにしていきます。で、そのまま自分の方、脇の方に引き寄せて、前から元に戻してきます。繰り返しますね。上の股関節を外旋して脇の方に引き寄せて、そのままくるっと足前から回していきます。さあ、私に合わせなくても大丈夫。自分のペースで行っていきましょう。ちょっとね、骨盤周りが不安定になりやすいですね。この左右の骨盤のラインは、ずっとね、床と垂直を保ったまま行っていきましょうね。さあ、上の股関節を意識的に動かしていきます。結構この動きにお尻の筋肉も連動して動いてくるので、結構お尻周りもね、熱くなってきますよね。そう、ちょっとバキバキ私なってんですけど。はい、皆さんどうですか？大丈夫かな？いいでしょうか。では今度反対側行きましょう。頭の向きを今と反対側にしてチェンジしていきます。はい。ではまずね、両膝を前に90度ぐらいでセットしていきましょう。はい。では、膝の幅、拳1個分ぐらい。すねもね、少し持ち上げて拳1個分ぐらいのスペース。そのままぐーっと後ろに運んで、上の手で足首を外側からキャッチして。さあ、ゆっくり、かかとお尻の方に引き寄せつつ、太ももの前側に伸び感じます。膝上に持ち上がらないように気をつけていきましょう。そして腰が反れすぎに注意しながら少しお腹力入れていきますね。さあゆっくり呼吸してください。
結構このももの前側って日常生活で、結構使われすぎてる部位なので、疲労もね、溜まりやすいです。しっかりストレッチかけながら、血流をね、促して疲れを取っていきましょう。はい。ではね、手を外したら、そのまま前にキックしていきますね。そう、お尻が上のお尻が動かないようにぐっと股関節を引き込みながら、上の足をぐーっと押し出すと、膝裏ももの裏側ね、しっかり伸びてきます。少し上の股関節は内巻きにする感じ。はい。ではもう一度足を後ろに下げて、足キャッチして、もう一度ももの前側伸ばしていきます。そう、普段ね、反り腰の方、非常にこのももの前側、硬くなっていやすいです。伸ばしてあげることでね、姿勢改善にもつながっていきます。はい。ではね、足を外したら、そのまま、上の膝を少し上向きにする股関節をね、できるだけ外旋して、脇の方に引き寄せていきます。で、前から下ろす。繰り返しましょう。ご自身のペースでいいですよ。で、上の骨盤がね、後ろに倒れやすいから気をつけてください。倒れない範囲で、上の股関節を外旋していきます。こう足をね、股関節外旋することで内もももね、しっかり伸びてきますね。さあ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 。大丈夫かな？骨盤安定してますか？はい、よいしょ。手を切り抜いたところで戻したら、足をそのままずるずるっと伸ばして、おへそをね、下向きにしていきましょう。よいしょ。はい。で、おへそを下にしたら、一度肩の下にね、肘ついて、上体を起こしていきます。で、今度ね、伸ばしたいのは骨盤のね、前側ですね。股関節の前側に伸び作ってきます。もう少しいける方は、両手を斜め外側つきながら、アザラシのポーズ。もう少し上体を起こしながら、さあ、股関節前側から溝落ちまで長く伸ばしていきましょう。肩リラックス、下ろしていきます。腰きつかったらね、肘ついても大丈夫ですよ。足は遠く長く引っ張るイメージでもう一度息を吸って、では吐きながらゆっくりと上体を下ろしていきましょう。はい。ではね、両手を胸の隣について脇締めて、よいしょ、上体を起こします。で、一度チャイルドポーズになっていきましょうか。かかとにお尻を下ろして顎引いておでこをまたへと下ろしていきます。肩甲骨を外に楽に広げて背面もリラックスしていきましょう。はい。ではゆっくり上体を前にしたら、右の足を右手の外側に出していきます。で、この右のね、つま先少し外に向けていきますね。斜め45度ぐらい外に向けたら、軽くこうお尻で円を描くようにしながら股関節周りを緩めていきます。こう上体前にしたとき少しお尻下げる。後ろに行ったとき少しお尻を持ち上げる感じでゆったり円を描いていきましょう。はい。では反対回しを行っていきますね。ご自身のペースでいいですよ。緩やかに円を描く感じで。はい。ではね、切りのいいところで、中心に戻しつつ、ゆっくり、お尻をね、下げていきます。さあ、じわじわじわーっと鼠径部がね、広がっていきます。で、このままね、両手でサポートしててもいいし、肘までね、下ろせそうであれば、肩の下に肘までついていきましょう。ここでね、しばらくホールドしていきます。陰ヨガの月光というね、ポーズです。で、重心はね、前の足、右足の方に、乗せられたらね、少しずつシフトしていきましょう。さあ、
丁寧に丁寧に股関節の広がりを感じていきます。少しね、お尻をね、揺らしたりしながら上手に股関節周りの緊張を解いていきましょう。ではね、そのまま右の手を右膝の上に添えて、上体を右へツイストしていきます。で、右の膝はね、外に押し出すようにして、そして右の胸を遠ざけていきましょう。そう、無理のない範囲でね、行っていきます。下半身の血行がね、どんどん促進されていきます。もう一度息を吸って、ゆっくり息を吐き切って。ではね、両手を中心に戻していきましょう。ゆっくりでいいので、前の足を後ろに下げて、チャイルドポーズで少しお休みしていきます。さあ、じわじわーっとね、股関節の広がった、そして血流が良くなった余韻を味わっていきましょう。では今度反対側いきますね。今度左の足を左手の外側、隣についていきます。で、左のつま先を斜め45度ぐらい外側に向けて、そしてお尻でね、ぐるぐるぐる円を描くようにしながら回していきましょう。さあ、股関節周りのね、詰まりを解消しやすくしていきます。反対回しも行っていきましょう。結構ね、股関節周りってどうしてもこう左右差出やすい部位ですよね。そんな気づきもしつつ、それぞれね、右左適したポジションをね、選んでいってくださいね。では中心で動きを止めたら、そのままホールドしていきます。きつい方はね、少しお尻を上げ気味にして、気持ちよく鼠径部にね、伸びが感じられる程度で大丈夫です。あんま痛すぎるところだとね、逆に筋肉がこう反発して硬くなってしまいやすいので、緩やかにずっとここで入れますぐらいな感じのところがちょうどいいと思います。ではね、肘までつけれる方は肘をついていきましょう。左の足の方にふーっと重心をシフトしながら、さらに左側付け根広がりを感じていきます。右足はね、真後ろに長く伸ばすことで鼠径部はね、どんどん柔らかくストレッチされていきます。では左の手を左の膝の上に添えて、そのまま左側へとツイストしていきましょう。さあ、左の膝はね、外側の方に押し出すようにしながら、左膝と左の胸を遠ざけるようにツイストも深めていきます。でも一呼吸しましょう。息を吸って、ゆっくり息を吐きます。いいでしょう。ではね、両手をついて、ゆっくりでいいですよ。ゆっくりと前の足を後ろに下げてチャイルドポーズです。
さあじわじわとね、かなり鼠径部あたりの刺激感じられていると思います。少しこのままポーズの余韻を味わっていきましょう。ではもう一呼吸吸って、ゆっくり息を吐きます。ではね、背中丸く丸めながら頭を最後にゆっくり上体を起こしていきましょう。ではね、上体を起こしたら最後正面で、開脚していきますね。一度足をね、前で伸ばして少しバタバタバタリラックスしてください。ではね、足を、広げられる範囲で大丈夫です。あんまりね、ぐいぐいいっぱい開こうと思わず、痛みが出ない程度に広げていきましょう。で、無理なくね、広げたら、足首をぐーっと折り曲げて、つま先をまっすぐ天井方向に向けておきます。で、座骨でぐーっと床をして、頭頂上の方に引き上げていきましょう。ではそのままね、吸って右手回し上げて、吐きながらふーっと上体真横に傾けていきましょう。下の手はね、つきやすいところで大丈夫です。もしかしたらこの足の角度によっては、足のね、後ろ側についた方が、安定しやすい場合もあると思いますので、開き具合にね、応じて調節してください。肘までつけられれば肘までつきながら、体をね、真横に傾けて、さあ、右体側を大きく伸び感じていきましょう。そして、つま先がね、前に出ないように、ぐーっと足首曲げたまま、つま先天井方向でキープします。さあ、付け根からね、内ももにかけての伸びも感じていきましょう。では、上体を起こしたら、この反対側行きます。さあ、吸って左手上。吐いて、さあ、上体はね、真横に傾けていきましょう。目線心地よければ上を見上げながら、ぐーっと上の腕は長く伸ばして骨盤外側、そしてね、脇腹、体側が大きく伸びていきます。いいでしょう。ではゆっくり上体、真ん中に戻したら、今度ね、まっすぐ前に傾けていきますよ。ではもう一度息を吸って背筋長く伸ばしましょう。さあ最後のポーズでそのままトコトコ前の方にゆっくり歩かせていきましょう。さあ腰丸くならないように気をつけながら、肘つけられれば肘ついていきます。さあこのままキープ。さあできるだけつま先を天井方向に向けるように意識しながら、もう少しね、前に傾けられそうであれば傾けて、両手の上におでこ乗せてもいいし、前にね伸ばしてもいいし、お好きなところでこのまま呼吸を続けていきましょう。さあ股関節周り柔らかくほぐしながら、血流もねどんどん促していきます。でもね、足の疲れやむくみ、だるさの解消に非常に役立つポーズです。では最後一呼吸しましょう。息を吸ってゆっくり息を吐いて、ではね、上体を起こしていきます。上体を起こしたら片方ずつ足をセンターに持ってきて、楽にあぐらの姿勢で座っていきましょう。今日ね、最初にチェックしてなかったんですけど、あぐらの姿勢で座るとだいぶいつもよりも膝がね、床の方に、
はい、近づいてる感覚もあるかと思います。では背筋を長く伸ばして、ゆっくり丁寧に首回していきましょうか。はい、では反対回しも行っていきます。心地よい可動域でそれぞれ回して、頭だらーんと力を緩めていきましょう。はい、ではにした骨盤底を安定させ、背骨を下から一骨一骨積み上げて、長い背骨の上にまっすぐ頭を乗せていきます。はい、じゃあ最後に一呼吸合わせていきましょう。吸って両手を横から上で合わせていきます。吐いて胸の前に下ろして合掌していきましょう。はい、今日も、一日お疲れ様でした。一緒にヨガしていただいてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この動画良かったよという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。